こんにちは。今回はベストセラービジネス書3冊の内容を要約して、豊かな富を築くための思考法、その核心となる3つの原則を解説していきます。この解説では、多くの成功者が実践している富を築くための原理原則をたったの7分でご理解いただけます。忙しいビジネスパーソンの方でも、明日からすぐに使える本質だけを効率よくインプットできますので、ぜひ最後までご覧ください。本日はこの流れで進めていきます。まず、すべての土台となるお金の本質を理解します。その次に、最強の投資先は何かを知る。そして最後に、それらの知識を生かして、未来を見通す視点を身につけていきましょう。では、早速いきましょう。原理原則の一つ目は、お金は価値を映す鏡である。お金の形そのものではなく、その本質を理解することが、すべてのスタート地点になります。金融のプロ、元ゴールドマン・サックスの棚内学さんは、お金の本質を人が提供した労働とか価値を交換できるようにするための道具に過ぎないと定義してるんですね。つまり、お金そのものに価値があるんじゃなくて、その向こう側にはいつも人の働きがあるということなんです。このスライドの言葉がその本質をすごく的確に表していますよね。お金の向こうには人がいる。お金を使うとは誰かに働いてもらうことだ。私たちが何かを買うとき、そのお金っていうのは商品やサービスを提供するために働いてくれた誰かに届くわけです。この感覚を持つことがお金との付き合い方を根本から変える第一歩になるんです。作家の村上龍さんも同じような視点を示しています。お金はあくまで手段に過ぎない。つまり、お金は何かを手に入れるための道具であって、お金を集めること自体が目的になってしまうと、本当に大切なことを見失ってしまうよと、そう警鐘を鳴らしているわけですね。というわけで、最初の原則をまとめますと、こういうことになります。まず、お金は目的じゃなくて道具だと捉えましょう。そして、その道具を手に入れるためには、誰かに価値を提供する必要がある。そして、その価値っていうのは、スキルや知識がないと生み出せない。この3点がポイントです。では、次に進みましょう。原理原則の2つ目は、最強の投資は自分自身である。価値を提供することでお金が得られるなら、その価値を生み出す源、つまり自分自身に投資するのが一番合理的だよねという考え方です。自己投資というのは、知識、スキル、経験にお金や時間を使って、自分自身の将来稼ぐ力を高めることですよね。これはいろんな本要約の動画なんかでも共通して語られるものすごく重要な考え方です。村上龍さんはこの自己投資について、将来の自分自身の稼ぎの能力に投資することが金銭的にも最も有効だとはっきり言っています。これ考えてみれば当たり前ですよね。だって株とか不動産とかそういう資産を生み出すのだって結局は自分自身の能力ですから、その大元に投資するのが一番リターンが高いのは当然と言えるでしょう。じゃあ具体的にどうすればいいのか、ぜひこの実践的な3ステップを試してみてください。まずステップ1は知識のインプットです。自分の専門分野の本を月にたった1冊でいいので読んでみる。次にステップ2はスキルの実践です。インプットしただけじゃ意味がないですからね。読んだ本から学んだ新しい考え方を一つだけでいいので実際の仕事で試してみるんです。そして一番大事なのがステップ3、結果の検証。やってみてどうだったかを記録して改善点を見つける。このインプット、実践、検証、このサイクルを回し続けることが自己投資の基本であり、最も効果的な方法なんです。さあ、そして最後の原理原則です。3つ目は、歴史の大きな流れから未来を読む。目先の短期的なノイズに惑わされない視点を養いましょうということです。伝説の投資家ジム・ロジャーズ氏のこの言葉が、この原則を字に見事に表しています。未来を予想するコツは、今自分がいる状態を理解することだ。そして現状を理解するために歴史を学ぶのだと。このスライドはすごく面白い視点ですよね。私たちが普段触れている情報って大きく2つに分けられるというんです。毎日のニュースとか株価の上げ下げ、市場の噂話、こういったものはいわば短期的なノイズです。一方で歴史とか人口の動き、国の借金、産業構造の変化みたいなものは未来を示す長期的なシグナルなんですね。多くの人はつい目先のノイズに一喜一憂しがちですけど、本当に見るべきはこの大きな流れ、シグナルの方なんです。皆さんご自身の投資判断はこのノイズに基づいてますか？
それともシグナルに基づいてますか？一度ご自身の判断の癖を振り返ってみることを強くお勧めします。さて、ここまで3つの原理原則を解説してきました。最後に、この知識を実践に変えるための明日からできる最初の一歩を提案させてください。何も難しく考える必要はありません。まずは今週、たった時間1時間でいいんです。未来の自分のために投資する時間を意識して確保してみてください。本を読む時間でもいいですし、新しいスキルを学ぶ動画を見る時間でもいいです。大事なのは、その1時間が将来何倍にもなって帰ってくる、最も価値のある時間なんだと意識することです。それでは、本日のまとめです。富を築くマインドセット3つの原則。第1に、お金は価値交換の道具だと知ること。第2に、最高の投資先は自分自身であること。そして第3に、歴史の大きな流れを読み解くこと。この3つ、ぜひ覚えておいてください。このように、ビジネス書の要約を通じて短時間で実践的な知識を身につけたいという方は、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それでは、また次回の解説でお会いしましょう。